限界なんてないと君の言葉に憧れてこの手を伸ばしたんだ。では8時になりましたので、始めましょうか。はい、じゃあ始めましょうか。こんばんは。ファミコンをご覧の皆さん、現在5月19日金曜日午後8時1分をちょうど回りました。はじめまして、レンジスリでございます。ティータです。さあ、本日配信進行を始めるのは天の声です。おはい願いします。お願いします。じゃあ本日は生配信ということで、はい。いつものスタジオとは違いますが、この雰囲気ちょっといかがですか？めちゃくいや、ちゃいい。いいよ。夜景も見えて勝ち組の景色じゃないですか。そうですねということで、7月29日の、東京渋谷クラブエイジャーにて開催される、ブリングザノイズボリューム5をもっと盛り上げていこうということで、はい。これまでのちょっとブリングザノイズをちょっと振り返っていこはいはいうかなはいと思います。じゃあまず2018年1回目のボリューム1の思い出なんですけども、まず開催のきっかけって何だったんでしょうか？開催のきっかけは、バックオン時代はもともと結成からね長いこの間で、何個か実は自主企画のイベント、定期的な自分たちの自主企画のイベントっていうのがあったんだけど、それが全然やってなかったっていうのもあって、でちょうどこの2018年多分前の年に2人体制になったから、そういうのも込みで心機一転新しいイベントを立ち上げようっていうので始めたのがこのブリングザノイズ、ということだからそもそもイベントのテーマを作りたくて、でこのブリングザノイズっていう名前にしたのは、バックオン自体もそのミクスチャーっていう一つのカテゴライズされてるけど、本来だったらなんつうのかな、ロックとかヒップホップとかいろんなものをクロスオーバーしたのがミクスチャーだと思うんだけど、そういった意味で、そのロックのバンドに限らず、バンドに限らずね、例えばラッパーだとかシンガーとかね、シンガーとか、いろんなジャンルのものを一緒にミックスすることが、ミクスチャーっていう本来の意味かなと思って、いろんな音楽をクロスオーバーしたいなっていうところでブリングザノイズっていうネームにしたんだけど、でこのブリングザノイズっていう名前は昔そのアンスラックスとパブリックエネミーってヒップホップグループがいて、アンスラックスはメタルでパブリックエネミーはヒップホップグループだったんだけど、そうが80年代にコラボして作ったその曲名がブリングザノイズっつって、で当時はやっぱすごいミクスチャーっていうこと、ミクスチャーって言葉自体がもう日本人だけなんだけど、いわゆるそのラップメタルとかニューメタルとか言われてんだけどね、そういうラップがある音楽ってロックで、そういうのがなかった時代にそういう新しいものを作ったっていうことも込めてブリングザノイズっていうワードをねサンプリングしてイベントを立ち上げようっつって始めたイベントです。でもセットリストとか見てると1曲目がブリングザノイズ、2曲目クラウン、3曲目キャリーオン、4曲目スイッチ、5曲目ラフナウ、ここまでがほぼ新曲なんだよね。なんかやっぱりこう当時の俺たちのその心境っていうか意思がすごい伝わるセットリストだよね。給付をあえて最初に持っていかないみたいな感じで、6がストライクバック、7セルジャンでしょ、でまた8でミスティーレイン来て、でチェイン9曲目、10曲目はニューワールドで、そうほとんど中間曲があんまないっていうかさ、そのわりかし代表曲と新曲の応戦じゃん。ライブ自体は良かったと思うし、だけどこうやってセットリストで字でこうやって並べてみるともうちょっと昔の聞きたいなって
思う人がまあやっぱ当時いたんじゃないかなって思うね。じゃあ続いてボリューム2に参りましょうか。もともと今回の対バン相手であるルーキーズさんがゲストであったんですけど、ちょっと新型コロナウイルスで影響でちょっと無観客の単独イベントになってしまったわけなんですけども、こちらに関しては振り返ってどうですか？これあれだよね、わりかしちょっと海外のセットリストに近いなみたいな気もする。そうだね。無観客が多分すごい初めてだったから、まあ持ち曲の人気曲でどこまで出せるのかって多分結構悩んでたんだと思うんだよね。ブリング・ザ・ノイズボリューム2がもともと代官山のスペースオートで開催予定だったんですけども、まあ、セットリストを今見て1曲目が2分の1で2曲目がインプで3曲目セルリアン、4曲目がキャリオン4曲立て続けガンダムで5曲目フライアウェイで6曲目光サス4で7曲目インフィニティで8曲目クラウン、9曲目ミスティレイン、10曲目フラワーで11曲目が、チェインで、次にストライクバック、ウィズユー、レイズレインと続いてサンズオブタイムとディパーチャーほんででディパーチャーの感想で、グリーンさんとユニット曲を歌ったっぽいんですけど、ああ歌ったかも。そうだっけ？でもまあこの初めてさオンラインライブやったんだけど、逆に新しい可能性を感じてよかったなって思った記憶がある。なんか物足りねえとか言うじゃん。でもそれはお客さんのライブと比べてるからであって、俺は違うコンテンツのイメージでライブして向こうにどうやったら画面の向こうの人に伝えられるかっていうか、そういうちょっとごめんなさいね、ちょっとアーティストっぽいこと言っちゃって、可能性が広がったよね。こういうコンテンツはこういうコンテンツであってもいいのかなっていう、その言ったらライブだったらいたらその場所で見れて生で実感できるのは確かにあるんだけど、配信ライブの場合ってさ、いろんなカメラがあってさ、すごい近くで見れたりとかがあるから、どんな表情してんのかなとかなかなか見れないですね。だからそうだね。それがなんか、だからめっちゃ良かったよ。オンライン開催が次もボリューム3になってしまうんですけども、ボリューム3に関して、12月13日、こちらも、代官山で行ったんですけども、生演奏と収録を実は合わせたっていう。いやあれは一応さトリック的なノリで作ったじゃん。そうですね。そうだからもともとまあ実際言ってないんだよね。言ってないです。どれが本当なのか、実は事前じゃないかとかさ、はいあでも生演奏なのかみたいそうですな、これはさちょっとしまっとこう。しまっとこうか。でもこれは実はこれですごい面白い実験的なライブで楽しかった。押しかけ的にね、すごい面白いなと思ったのが、ブリンガーノイズが1曲目のね、外でやってて明るいのよ。最後のフラワーが終わった時にみんな生で見てるし喋ってるし、だけど終わってじゃあお疲れしたって帰って出た時はまだ昼間で、実際の時間は夜なんだけどとか、なんかそういうのが一体これどこまで本当なのみたいな感が。そうですね。こういう形であんまり他のアーティストさんでもないかもしれないですね。しかもだからちゃんと生でやってるしね。そうですね。だからそのボリューム2との差別化ができた面白い実験的なライブだったよね。じゃあ前回のじゃあおさらいしましょうか。ボリューム4 9で月7日ね、2022年、去年の9月7日に渋谷のオイストで開催されたボリュームいやもう4、これはもう素晴らしかったよね。素晴らしかった。久しぶりの有観客、まあ2年ぶりですかね。2年ぶりもうはっきり言っちゃうけど、ここ数年っていうよりなんかもう今までの中で一番良かったかもしれない。なんかいろんなストーリーとかも込みで久しぶりの有観客のライブってなった、はいはい、それはどうでしょう、実感っていうか。若干その配信ライブとかに慣れてきたところだったから、俺は結構緊張して、なんかちゃんとやろうっていうマインドがずっとあったんだけど、茶化してくるフローと
トータルファットがいて時にバンドマンってそもそもこれだよなって思って、このライブってすごい俺らがバンドマンに戻れたライブだったなと思って、なんかすごい細かいこと考えてたなっていう、楽しむっていうのに一番やっぱ重きを置いてる先輩だったり同期がいるから、なんか刺激になって全力で楽しんでる。そう、そういうのがバンドなんだよっていうのをなんかもう一回分かったライブ。YouTube でも対談動画この時出ましたけども、ボリューム4が終わって印象が変わったとかそういうのはないですか？印象っていうよりはつながりっていうのは昔からあったんだけど、どこか個人的にすごい謙遜してたとこがあったわけ。飲み場とかで会ったりとかする時はあったけどさ、なんかこうライブとか誘うってなるとちょっとどうしようかなとか思ってた時期があってたけど、イーストのライブっていうかその前にさ、フィーチャリングとかしたわけじゃない、曲で。そうですね、コラボ曲、2組とも、はい、あそこから少しずつ自分たちがその壁をある意味作ってたんだなっていうか、向こうは別に昔のまんまでずっと見てくれてたっていうところですごくほっとして安心した部分が、特にそのフィーチャリングも超えてその9月7日の本番を迎えて終わった時にそれがもう完全になくなったっていうか、もっと自分たちもすごいいい意味でもっと自信持ってバンドをやろうっていう気持ちにさせてくれた日だった気がします。じゃあ最後に今回のボリューム5について。7月の29日。そうですね、今年の今回エイジアでやりますけども、エイジアについて、エイジアに対して何か思い入れとかありますか？エイジアはね、やっぱ当時出れなかったんですよ。そういうミクスチャーはもうエイジアっていう俺はイメージがあって、てか昔はね、ライブハウスに出るっつったらオーディションしなきゃいけないんだよ、どのライブハウスもそうなんだよ。だからライブハウスで昼間にオーディションして、でその昼間のオーディションもお客さん呼んでチケット売ってノルマを払わなきゃいけないんだよ。でさらにそれに受かったら、落ちたらもう出れないけど、受かったら夜の部出ないけど、夜の部でもノルマをやっぱ払わなきゃいけないわけ、そういうシステムで、その中でのやっぱトップオブトップってやっぱエイジアだったわけ当時はね。だからエイジアに俺の中ではそのオーディションなしで出れるっていうのがすごい嬉しかった。でそれでライズが呼んでくれて、当時俺らがまだ高3かな。だからそれがすごい嬉しくて、その時のやっぱ記憶がずっとやっぱあるっていうか、エイジアに対してのね。だから今でもエイジアっていうのはそのステージがあって、その階段があるんだよね。2階にこう降りていくところのそのステージに行く階段でいつも SE が流れても心臓がバクバクした記憶があって、今やってもなんかなるっていうか、もうほんとその時の記憶が蘇る。そういった意味では原点回帰っていうライブにはなると思うんだよね。じゃあそろそろ参りましょうか。そう参りましょうか。歌詞間違えたらごめんね。ちょっといい感じにお酒入ってっから。限界なんてないと君の言葉に憧れてこの手を伸ばしたんだ。前回出して泣いて笑ってまた曇りのない空の下踏み出すのさ、あの場所始まりなんて同じで熱くなったナイフが僕らの目を貫いた雨の列の上走り続けて、傷ついて見失ってもまだ忘れられないから But we're still showing up on page もう気にもならない The blame the pain 途切れないようにつなぐ点と点、もう逃げない So we don't need an SOS 掴み取るのさ栄光そのハートに play more 限界な
じでということでありがとうございました。引き続き皆さんおありがとうございました楽しみに。イェイフライデーナイトを楽しんでください。